こんにちは。今日は CB250RSZ のハンドル曲がりを直します。隣の Z50J ゴリラのハンドルも気になります。とりあえず外して磨きました。つけました。打棒ハンドルです。急ブレーキしたら腕が折れます。でも、誰もやってない危ない改造です。癖になるポジショニングに感動。これもまたいいです。おふざけはこれぐらいにして、問題のハンドルです。テーブルの上で確認、これだけ曲がってます。90度回旋させてこの方向では曲がっていません。ハンドル右側の反り具合は 10.3 ミリぐらい。ハンドル左側が 11.3 ミリです。90度回して確認、右側先端が浮いてます。左側はテーブルに接触してます。では、万力で直していきます。微調整が必要です。何回も寸法を確認しながら曲げました。左右とも納得のいくまで調整し、ハンドルをクランプで留めて左右の数値を測定。これでよしとします。思ったより簡単に矯正できました。ハンドルを磨いて、で、クラッチワイヤーの切れに気がつきました。ハンドル装着し、在庫のワイヤー類を漁るが、いいものがない。これ、本当にどうしよう。結局モンゴリ用のクラッチワイヤーの在庫で対応します。1045ミリと長すぎですが、仕方がない。本当は980ミリが欲しかった。まあ、このぐらいなんとかします。ブレーキレバーにフックカバーを忘れずにつけます。レバー側を組み付けます。クラッチ側は加工が必要です。こんな感じでモンゴリ用では無加工で付けられません。まずは1出し押し、延長方法を考えます。20ミリの長ナット直径6を用意し、ワイヤー側に6ミリでネジ加工しました。6ミリボルトを電気ドリルと棒やすりを使って加工。こんな感じの部品を作成。はい、ぴったり取り付けできました。ワイヤーの針も調節しました。モンゴリ用でも使えるのです。次にタペット調整です。インテーク側は 0.05 ミリプラスマイナス 0.02 なのですが、0.1 ミリが入ってしまいました。0.05 ミリに調整します。CB250RSZ など XL 系エンジンは4バルブなのですが、バルブタイミング調節は簡単です。エキゾースト側は 0.1 プラスマイナス 0.02 ミリです。エキゾースト側はインテーク側より調節しにくいです。若干狭いので、手が入らない。それでも20分ぐらいでタペット調整完了です。それでは皆様、ソーロング。